美咲、この前駅を歩いていたら後ろから人にぶつかられたの。大丈夫だった？全然大丈夫。でも私、ぶつかられた瞬間に、すみませんって言ったの。ぶつかったのは相手だよね？そう、私は普通に歩いてただけ。じゃあなんでのぞみが謝ったの？わかんない。考える前に口が謝ってた。口が勝手に？そう、すみませんが自動で出てきた。日本人の自動機能だね。でも外国の友達に話したら、悪くないのになんで謝るのってすごく不思議そうな顔をされた。確かにそう聞かれると日本人も答えに困るかも。なんでだろうってなるよね。そこで今日は悪くないのに日本人が謝る理由を3つに分けて話します。1つ目はすみませんの意味が広いから。2つ目はまず相手の気持ちを落ち着かせたいから。そして3つ目はまず謝るが習慣になっているから。ということで始まりましたデイトナイトジャパニーズチャット。私たち美咲とのぞみがお届けします。今日も楽しく話していきましょう。ではまず一つ目、すみませんは必ずしも私が悪いですという意味だけじゃない。そうそう、日本ではいろんな場面で使うよね。例えばお店で店員さんを呼ぶとき、すみません。電車で人の前を通るとき、すみません。ちょっと通ります。誰かに手伝ってもらったときも、わーすみません。ありがとうございます。今のすみませんは謝ってるの？感謝してるの？両方が少し入ってる感じ。私のために手間をかけてくれてすみません。そしてありがとうみたいな気持ちだね。長い気持ちをすみません一言に入れてる。だからさっき駅でぶつかられた時も私が悪いですじゃなくて、今ちょっと何か起きましたねという反応だったのかも。挨拶みたいなすみません。そう、小さな気まずさをそのままにしないための言葉。便利すぎるね。すみません、働きすぎ。謝罪、呼びかけ、感謝、気まずさの整理、仕事が多い。次は2つ目。まず相手の気持ちを落ち着かせたいから。日本では問題が起きた時、まず謝ってそれから相手の様子を見ることが多いよね。相手が落ち着いていたらその後で事情を説明する。でも相手がすごく怒っていたら説明が言い訳に聞こえることがある。ここでちょっとやってみようか。私がお店の人ね。じゃあ私は怒っているお客さん。商品が遅れたのは今日道路が混んでいて会社からの連絡も遅くて、それで。理由はいいです。まず謝ってください。はい、申し訳ありません。怖いお客さんやりすぎた。ちょっと本気だったよね。違う、演技です。こういう場面では理由が正しくても最初に説明すると自分は悪くないと言っているように聞こえることがあるんだよね。だからまず申し訳ありません。そして相手が少し落ち着いたら、実はこういう事情がありましたと説明する。謝罪して相手の話を聞いて必要なら説明するという順番だね。もちろんいつも説明しない方がいいという意味じゃないよ。大事な事実はちゃんと説明した方がいい。ただ日本ではその順番を気にする人が多いということだね。そして3つ目。まず謝るが習慣になっているから。子供の頃、何かあったらまず謝りなさいって言われた人も多いと思う。学校でも誰かと喧嘩したら、はい、2人ともごめんなさいしてって言われる。でも心の中では私悪くないし。顔に出てる。でも口ではごめんなさい。こういう経験を何度もすると、問題が起きたらまず謝るが体に入ってくる。会社でもあるよね。自分が直接ミスをしていなくても、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。それは全部私の責任ですという意味より、あなたが困っていることを私は分かっていますという意味に近いこともある。謝ることで無視していません。あなたと戦いたいわけではありませんと伝えているんだ。そう、責任の話をする前にまず関係を壊さないようにする感じだね。じゃあ外国ではみんな最初に理由を説明するの？もちろん国や人、場面によって違うよ。日本人は全員こう、外国人は全員こうではないんだね。そう。ただ一部の英語圏ではまず何が起きたのか、誰に責任があるのかをはっきりさせることを大切にする場合がある。謝ると私が悪かったと認めたように聞こえることもあるもんね。だからまずこういうことが起きましたと説明して、その後で必要なら謝る。日本はまずすみません、それから説明。でも別の文化ではまず説明、それから
誰が何について謝るかを決める。同じ出来事でも順番が逆なんだ。そう。どちらが正しいというより、自然に感じる順番が違うんだと思う。でも日本のまず謝るにも問題はあるよね。あるね。まず悪くない人まで強く謝らされることがある。相手が怒っていると自分の事情を説明できないこともある。それから形だけの謝罪になることもあるよね。とりあえず謝ればいいんでしょっていう感じ。これ友達や恋人の会話でもある。じゃあまたやってみよう。美咲、私のプリン食べたでしょ。ごめん。何に謝ってるの？のぞみが怒ってること？プリンを食べたこと。すみませんでした。しかも最後の1個だったんだから。新しいの2個買ってきます。じゃあ許す。早いな。大事なのは言葉だけじゃなくて、何が悪かったか分かっているか、次にどうするかだよね。謝ることが考えなくていいためのボタンになったら意味がない。では今日の3つの理由をもう一度まとめよう。1つ目、すみませんには謝罪だけでなく、呼びかけや感謝などいろいろな意味がある。2つ目、日本ではまず謝って相手の様子を見て、それから事情を説明することが多い。3つ目、問題が起きたらまず謝るという習慣が子供の頃から身についている人も多い。だから日本語の謝罪はいつも私が全部悪いと認めることではないんだね。あなたが困っていることを分かっています。この関係を直したいですという気持ちが入っていることもある。でも謝っただけで終わらずに必要な説明や行動も大切。そうだね。謝罪は問題を消す魔法じゃなくて、関係を直すための最初の一歩なのかも。きれいにまとまった。今日は謝る話をたくさんしたね。なんか疲れた。ごめんね。ほら、また謝った。自動機能が出ちゃった。皆さんの国では悪くなくても謝ることがありますか？まず謝るとまず説明する。どちらが自然ですか？よかったらコメントで教えてくださいね。今夜も聞いてくれてありがとうございました。この番組があなたの日本語の居場所の一つになれたら嬉しいです。よかったらチャンネル登録してまた帰ってきてね。また次回、レイトナイトジャパニーズチャットでお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。